なんかカメラの話の前になんだけど、私めっちゃ機械音痴で、1社目の時とかは本当に機械がダメで、日系の会社だったからオフィスのビルの中にシステム科があったんだけど、多分会社の中で一番システム科と仲いい社員だったと思う。頼りすぎて。一番やばかったのが、朝会社行ってパソコン開いたら、もうパソコンがずっとピーとか言って鳴ってて、音が止まんないの。ピーって鳴ってるノートパソコンをエレベーターとか乗り継いで、知らない社員とかもたくさんいる中こうやって持ち歩いて、新卒の時にシステム科まで行って助けてくださいとか言って助けてもらったりとか、なんかいろいろとにかくシステムエラーが多い人なんですよ。だからめっちゃシステム科と仲良くなって、で機械音痴なもんだから、本当に今回 YouTube 始めるにあたって何買えばいいのかもわかんないような状態で超困ったけど、何回かいろいろやっていくうちに、こういうの欲しいな、ああいうの欲しいなっていうのが出てきて、少しずつ買い揃えたものがあり、なんとなくこれがあればしばらくやっていけるんじゃないかなって思うものが揃いました。イエーイということで、ちょっとそれを紹介しようかなって思ってます。まず SSD 開封動画をね、これちょっと前に買ってたから先に流します。じゃじゃーん。今日はちょっと前にネットで注文していた外付け SSD が届きました。私は機械音痴×無知で本当に SSD って初めて聞いたんですけど、最近動画を撮りすぎてマジでスマホの容量がないので困ってたんですよ。動画も撮れば撮るほど容量がなくって、どんどん古いのを頑張って消していいのを消してみたいな生活を送ってたんですけど、ちょっともうそれが限界なので、動画素材をちゃんと保存して管理できるようにチャッピン聞きながらなんか良さげなのを買ってみました。ということで開封してみようと思います。かわいい。ちっちゃい。思ってたよりも。見て、手のサイズがこんぐらいで、スマホよりも小さい。チャージスポットのスマホ充電器と同じぐらいのサイズ感なのかな。私が買ったのは、サンディスクの、何これ、なんていうの？ポータブル SSD。そりゃそうだ。そう。で、これが、なんで選んだかっていうと、防水、あと防塵っていう風に書いてあって、で、あとなんかね、これ C2C のケーブルが付属で付いてるんですけど、これでどうやら iPad とかからそのまま直接データを移行できるんですって。私マジでズボラなんですけども、iPhone で撮ったのすぐここに移せたらめっちゃ便利じゃんみたいな。で、そこからパソコンに差し込んだらそのまま多分動画作れるし、データがたくさん入るのがめっちゃ便利じゃんって思う。キャンプ先とかでもなんか敵使えたりしそうだよねって感じで、色めっちゃ可愛い3色ありました。私は水色に黄色のなんかアクセントみたいなのを選んでみました。軽いしね。すごい軽い。感激。よかった。はい。で SSD ちゃんが今このちっちゃいポーチに入ってます。これすっごいんだよね。なんかスマホとか iPad とかにつなぐと、もうアプリで写真フォルダを開いて、これをここに移動するっていうのを選べて、で送り終わったらアプリの中で今映した動画を削除しますかって聞いてくれて、それをピーって押すと iPhone の中のデータを全部消してくれるから、もうめちゃくちゃ助かってる。特にまだ慣れないから不要な場面とかもすっごい撮っちゃくって、長尺動画がすっごいたくさんスマホの中にある中で本当に容量圧迫されるのを全部こっちに移せるから楽。スマホが本当に重くなって一時期大変だった。もうメールも受けられないし、アプリも開けないし、新しい動画も作れないしみたいになってたのをこれに救われました。で、次が iPad
ででーん。iPad ちゃんを買いました。これは開封動画撮り忘れてました。動画編集とかだったら Air よりも普通の iPad の方がいいよって言われて、こっちにした。YouTube とかやるってなると、画面が大きい方が作りやすいなっていうのがあって、iPad かパソコンかで迷ったんだけど、まずパソコンで処理速度速いの買うってなると高いし、あとはやっぱ持ち歩きとかも考えると iPad の方が軽いし楽かなっていうのがあって iPad にした。で、あとやってから気づいたけど、編み方の記録、自分でデザインする時とかにこれをこうやって編んでみようかなとか言って記録をしながら編んで試して、ダメだった、じゃあ次こうしてみようみたいな記録を手書き風にメモに残せるのはやっぱタブレットの魅力だなと思ったので、思ってた以上にすごくいいなって、使い勝手がいいなって思ってます。iPhone と iPad で比べると、やっぱ iPad ってウィンドウ2つとか出せるの。だから編集するときに編集アプリとかを半分出して、もう半分でチャット GPT 出すとかができるのがめっちゃいい。ほとんどパソコンみたい。とりあえずこれで動画編集もやりやすくなったし、あとやっぱ速度が速い。パソコン、ネットで中古で買ったパソコンを一応持ってしばらく使ったりもしてたんですけど、編集に。遅いんだよね。もう容量最低限のやつだし、最初それ買ったのもっと昔で動画編集とか考えてなかったから、もう本当に最低限マイクロオフィスが使えればいいなと思って買ったやつで、マジ超遅かったからこっちに変えてすごく良かったです。で、いよいよカメラちゃん。ででーんと、私が手に入れたのはソニーの ZV-E10-2、読み方合ってるかなにしました。 Vlog カメラとして売り出されてるシリーズで、スクリーンのフィルムのと、これも SD カードももちろん買った。4K 対応とかあるんだね、 SD カードにも。で、ドキドキ、肩からきっとかけるやつ。何これ。じゃーん。このカメラの特徴はマイクがつけられることなんですよね。 Vlog 用のカメラだから動画にも優れてる。これが本体。レンズはこの普通のレンズと望遠がついてるやつっていうパターンと、あとこの普通のレンズだけっていうパターンがあったんだけど、望遠はちょっと使わないかなと思って欲しくなってから買い足すことにしました。バッテリーここか。バッテリー電池入ってるといいな。このカメラの良さはこのクリエイターズアップっていうのがあって、そのアプリを通すことで撮影をスマホとかタブレットと連携ができるんだって。だからカメラを例えば三脚でちょっと遠くに置いてて、映ってる画面をこっちの iPad とかで見ながら撮影ができるらしい。で、撮影するボタン、撮影開始ボタンとかも押せるから撮りやすいんだって。だから箱にもね、Made for iPhone and iPad って書いてあった。やばい、充電もうないよって言い始めてる。頑張れ頑張れ。これさ、充電が C ケーブルでできるんだって。めっちゃ最高じゃない？でもどこでやるんだろうね。 C ケーブル挿す場所わかんないんだけど、とりあえず充電した方がいいよね。説明書、この横の部分、ここだ。ここに3つ開く場所があった。この真ん中が SD カード入れる場所で、この上がマイクだ。マイクつなぐ穴と C ケーブルを入れる穴があった。こっちは下の方はイヤホンと HDMI。今の HDMI ってこんな小さいの？目か。で、ということで
C ケーブル挿して充電しとこう。ここからカメラを変えて買ったカメラで撮影してみますみたいなのやりたかったんだけど、今はできなさそうなので気を取り直して最後にもう一個買ったものを見せよう。あれです、三脚です。もう全然名前わかんない。ベルボン EX632 っていうのを買いました。めちゃくちゃ伸びる。確か160センチぐらい3段伸びるんですよ。で、3キロのカメラまで耐えられると。なので私のようなミラーレスのカメラには全然十分ですよってお店の人が言ってくれて買いました。開けちゃえー。おいしょね。これは家の中でこうやって Vlog 撮るよ、基本的には。あとはなんかピクニックとかで屋上編み会とかする時とかにちょっと様子撮りたいなって思って大きいのが欲しくて買いました。でなんかカフェとかで撮ったりする、なんかカフェ来て編んでますみたいなのは一旦家にあるスマホ用の三脚でいいかなって思った。よいしょ。こう伸ばすとすっごい長い、画面に入りきらない開くとね、ここに開くやつがついてるから高くすれば高くするほど安定します。なんかここでこうやって雲台っていうんだっけ、カメラ乗っけてこうやってできるみたいで、ただ本当は俯瞰を撮れるやつが良かったんだよね。こうやって編んでるのを真上から撮りたいと思ってたんだけど、そうなるとこれだとできなくって、ここになんかアームみたいなのをつけて三脚がこうやってあったら、こうやってやってカメラをこう下に向かせるっていうのが必要なんだけど、それは今日行ったお店には売ってなかったのでネットで追加購入しようかなって思ってます。やっぱりカメラせっかく買ったので、充電ができたらカメラを切り替えてどんぐらい変わるのかっていうのを最後みんなで確認して終わろうかなって思ってます。ででーん、カメラ充電できたよ。でせっかくならちょっとレビューした方がいいかもって思ったので、私が持ってるもう1台のカメラ持ってきました。じゃーん、キヤノンの EOS KISS X5、 超昔のモデル、中学生ぐらいから使ってる、壊れかけたりしているカメラなんだけど、いろんな旅行とか美術の授業もこれ使ったりしたし、とにかくいろんなところに一緒に行ったカメラで超大好きなんだけど、今回動画を撮るのにはそんなに向いてないかなっていうのと、やっぱちょっと古いからね、ガタも来ているので新しいカメラに変えたわけなんですけど、やっぱりこれ最近はあんま使ってなくって、なんでかっていうと重いし大きい。なんかちっちゃいバッグでよく出かけるからあんまり入らないっていうか、持ち運びがしにくいところもあったんだけど、こっちは、デジカメサイズっていうと言い過ぎ、ちょっと大きいかなとは思いつつ、バッグには入れやすいサイズかなって思っています。で重さは iPhone 持ち歩くのよりはちょっと2倍から 2.5 倍ぐらい重いけど、よりいい写真が撮れたりとかするっていうのがこのカメラで、一眼EOS KISSと比べるとこれは、iPhone の4個分ぐらいなんじゃないって書いてある。 770g 前後なので、やっぱりそうするとこっちの方が全然軽いよねって感じなので、持ち歩きやすさとかに関してはすごくいいカメラなんじゃないかなって思って買ったんだ。今 iPad からリモート撮影してみてます。光どうなんだろう、ちょっと暗いのかな、 iPhone で撮るよりも。さっきと同じライティングで撮ってるんだけど、画面で見る限りなんか暗く見えるよね。これなんか光の調整とかできるのかな。お、ズームできる。おー、ちょっと使い方はまだまだ全然わかんないけど、面白いおもちゃを手に入れたということで、どうだろう、 iPhone と比べてどうですか。後でこの撮れた動画を見るの楽しみ。カメラと三脚と SSD と iPad を手に入れて、レベル10ぐらい YouTuber としてアップしたんじゃないかなって思ってます。
これからよりいい画質と音質の動画を届けられたらいいなって思ってる。あと編集ももっと上手くなりたいな。じゃあ次の動画はちょっとまだ撮りためてる動画で編集してアップする気がするけど、そのうち動画の画質と音質が良くなったら、カメラで撮ってるんだなって思ってください。ではでは、シャワー浴びてきます。おやすみ。パパありがとう。ちゃんと撮れてるよ。